裏世界ラボ。俺は中村隆彦37歳。暴力団今川組の構成員だ。組に入って15年。これでもそこそこの地位には上がってきたが、くっそ、今月のしのぎはこれだけか。ここ数年しのぎ、要するにヤクザ家業からの収入が激しく減っていた。というのも、すみません、今月でもう警察から今川組さんの件厳しく言われてまして、今までお世話になったんで心苦しいんですが、申し訳ないです。マジかよ。いや、こっちこそ迷惑かけたな。暴力団は以前はそこそこ表の仕事があった。風俗店のトラブル処理、企業の債権回収やらで正当な仕事の対価として金を稼ぐことができていた。風俗店は面倒な客も多い。情に乱暴な真似して金を払わないクズ野郎とか、店員に暴力を振るうバカとかな。そういう連中と俺らがお話し合いして型をつける。まさに俺らヤクザは用心棒だ。企業の債権回収もそうだ。借金してる人間や中小企業は大抵複数の金貸しから金を借りてる。そういう時は債権回収者同士のバトルになるが、うまく勝ち抜くのが俺らの腕の見せ所ってわけだ。そうやって暴力団は成り立ってきたわけだが、暴廃法のせいで、畜生。暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律、略して暴廃法、暴力団新法とも呼ばれてる。この法律が制定されて、ヤクザは一気に表の仕事がなくなった。これはヤクザの資金源を断つことが目的とされた法律だ。みかじめ料禁止、地上げ禁止、債権回収禁止など、とにかくしのぎに関わることが片っ端から禁止された。おかげで今、とにかく暴力団には金がない。オレオレ詐欺とか電子マネーの詐欺とか、そういう裏の仕事、つまり完全な犯罪行為でどうにか食いつないでいる状況だが、上納金払えねえな。暴力団には所属している組織に納める上納金ってものがある。うちは月に70万、これが相当厳しい。このままじゃ生活できなくなっちまう。パパ、どうしたの？いや、なんでもない。独身で身軽な連中と違って、俺には妻がいて子供だっている。このままこの家業を続けていいのか。だが組抜けなんてそうそうできることじゃねえ。指を詰めるか金を積むか。工場、夜勤込みだが月30万。悪くねえな。中村、何やってんだ？組長。そりゃ転職アプリってやつか。これはその。お前組抜けたいのか？組長、すんません。組に恩はありますが、このままじゃ食っていけねえんす。やべえ、いっちまった。やっぱり指か、それとも金。わかった。で、いつ抜けるんだ？なんか、ペナルティは指とか。いらん。そんなん今時やってる組はほとんどねえぞ。そうなんですか？指なんざ切っちまったらほら、社会復帰ができねえだろ？まあ、そうですけど。金を納めてって組もあるけどな。うちはそもそもお前らにそんなに金渡せてねえから、いらねえわ。組長によると近年の財政難は組全体を直撃していて、このままだと組員に給料を出すどころかリストラしなくてはならない状態だったらしい。社会に弾かれた人間を受け入れていたヤクザがリストラとは、しょっぱい時代になったもんだ。お世話になりました。おう、頑張れよ。そんなこんなで俺はさっぱりと組を辞めた。心機一転表の仕事で生きていく、そのつもりだった。くそ、ここもダメか。きちんと仕事に就こうと思えば履歴書を出さなくてはならない。履歴書を出せば元暴力団ということが相手に伝わってしまう。かといってそれを伏せると虚偽の申告ということでアウトだ。元暴力団員を雇ってくれる職場はそうなくて、やっと受かったのは日雇いの仕事だが、こんだけか、厳しいな。特に資格もない俺にできる仕事は限られていて、給料だって良くない。やむなく子供を保育園に入れ、嫁がパートに出ようとしたが、あなた、保育園ダメだった。全滅よ。なんでだよ。俺が住んでいる地区は待機児童も少ない。そのはずだったのに子供の入園を断られてしまった。やはり俺が暴力団員であったということを問題視されてるらしい。これじゃ家賃も払えねえ。今住んでるところは俺が独身時代に借りた家賃の高いマンションだ。せめてここを引っ越せば。しかし引っ越しはできなかった。暴力団は辞めてから5年間は暴力団関係者とみなされ、自分の名義で家を借りることも銀行口座も開設することもできない。かといって無収入の嫁に家族4人が住める家も貸してくれる不動産もそうない。くそ、どうしろってんだよ。ヤクザを辞めた俺にはヤクザだった頃より社会の風当たりが厳しくなっていた。
そしてそんじゃこれ1パケ2万な。うお、値上がりっすか。厳しいな。バーカ、仕入れてくんのにどれだけかかってると思ってんだよ。ほら持ってけ。あざっす。今日の上がりは8万か。厳しいな。俺は今半グレ集団の一員となり、麻薬を学生に売りつけて生計を立てている。組では麻薬を扱うのはご法度だった。未成年に売るなんて破門者だ。だが組員で亡くなった俺にはそんなルールは関係ない。一度ヤクザになった以上、真人間になるなんて無理だったんだな。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。